Get ready for Design your dream. Launch Episode. 活動や大学院の準備、 Navigator Hikaru Kana. 頭を悩ませるのがそうポートフォリオ作りですよね。自分の作品をまとめた作品集でしょって思っている皆さんの思考プロセスやどうやってどうも皆さんこんにちは、はかるかなです。今日は建築学生さんにとってめちゃくちゃ重要なテーマであるポートフォリオについてお話ししますよ。ねえ皆さん、ポートフォリオって自分が作った作品をただ並べただけの作品集だと思っていませんか？もちろんそれも間違いじゃないけど、実はそれだけじゃもったいないんです。ポートフォリオはね、皆さんのデザイン思考や問題を解決する力を伝えるための最強の武器なんですよ。就職活動や大学院の試験で面接官や教授が見たいのは皆さんの作品の完成度だけじゃないんです。その作品の裏側にあるどうやって考えたの？どうやってその問題を乗り越えたの？っていう皆さんの頭の中を知りたいんです。だから今回はただの作品集じゃない皆さんの熱いデザイン思考をプロの視点から徹底的に解説しちゃいます。今日の動画を見たらきっとポートフォリオ作りの悩みがすっきり解決するはず。ぜひ最後まで見ていってくださいね。ポートフォリオは思考の履歴書なんです。まず皆さんに一番伝えたいこと、それはポートフォリオを思考の履歴書として捉えることの重要性です。多くの学生さんのポートフォリオって綺麗に完成したレンダリング画像や図面が中心になりがちなんですよね。もちろんそれ自体は素晴らしいんだけど、それだけだとこの学生が何を考えてどうやってデザインを進めたのかっていう一番大事な部分が伝わりにくくなっちゃうんです。面接官や教授が本当に知りたいのは皆さんがどんな問題意識を持ってどうやって情報を集めてどんな風に試行錯誤して最終的なデザインにたどり着いたのかという思考の軌跡なんです。ポートフォリオはその皆さんの頭の中の物語をビジュアルとロジックで表現するためのツールだと思ってくださいね。ポートフォリオで差をつけるデザイン思考の表現術。じゃあ具体的にどうやったら他の学生と差をつけられるのか、そのテクニックを5つご紹介します。テクニック1、課題とコンセプトをはっきりさせよう。プロジェクトの最初のページでどんな社会の問題や建物の課題を解決しようと思ったのか、そしてそれに対してどんなアイデアでアプローチしたのかをはっきりと書いてください。例えば高齢化が進む地域に多世代が交流できる場所を作りたいとか、災害に強い地域のシンボルになるような建物をデザインしたいとかね。その課題の背景がわかる写真や図、コンセプトを象徴するキーワードやイメージを配置すると一気に説得力が増しますよ。テクニック2、思考プロセスを見える化しよう。これ一番大事かも。アイデアを出した時のスケッチ、スタディ模型の写真、いろんなアイデアのつながりを図にしたダイアグラムとか試行錯誤の過程を全部見せちゃってください。失敗したデザインやそこから何を学んだのかまで見せると、この子はちゃんと考えてるなって思ってもらえます。手書きのメモやスケッチも皆さんの個性が伝わるのでおすすめです。テクニック3、分析とリサーチを深掘りしよう。デザインの根拠をしっかり見せることも重要です。敷地の周りを歩いて気づいたこと、法律の調査、似たような建物の事例研究とか、皆さんがどうやって情報を集めてそれがどうデザインにつながったのかを示してください。地図やグラフ、写真を使って分析結果を分かりやすく図解するとロジカルに考えられる人だってアピールできますよ。テクニック4、デザインの展開と検証を見せよう。デザインはこうやって良くなっていったんだよっていうプロセスを見せます。この案とこの案を比べてこっちの方がいいと思ったからこう変えましたとか、シミュレーションしたら日当たりが悪いことが分かったので窓のパチを変えましたとかね。複数の案を並べて比べたり
シミュレーションの結果を重ねて表示したりすると、読み手に変化が伝わりやすくてグッドです。テクニック5、プレゼンテーションを工夫しよう。最後の仕上げです。ポートフォリオ全体のレイアウト、フォント、色使いにもこだわりましょう。余白をうまく使って情報を詰め込みすぎないのがポイント。目次やページ番号をちゃんと振っておくと、見ている人も迷子にならずに済みます。皆さんのこだわりが詰まった世界に一つだけのポートフォリオを作ってくださいね。ポートフォリオ Q&A、 みんなの疑問に答えます。さて、ここからはポートフォリオ作りでよくある質問に答えていきますね。Q1、何ページくらいが適切ですか？ページ数はだいたい20から40ページくらいが目安かな。でも大事なのは情報の量じゃなくて情報の密度です。伝えたいことを厳選して簡潔にまとめることを意識してくださいね。Q2、どんな作品を載せるべきですか？これは応募する会社や学校に合わせて選ぶのが一番です。完成度が高い作品だけじゃなく、さっきお話しした思考プロセスがしっかり見せられる作品も重要ですよ。Q3、デジタルと紙、どちらがいいですか？どっちもメリットとデメリットがあります。デジタルはメールで送ったり動画を入れたりできるのが便利。紙は実際に触ってもらえるのが強みです。応募先から指定がない場合は両方用意しておけると完璧ですね。まとめと次のステップ。今回の動画ではポートフォリオで差をつけるためのデザイン思考の表現術について解説しました。ポートフォリオは思考の履歴書、課題から検証まで思考プロセスを見える化しよう。分析とリサーチを深掘りしてロジックをアピール。プレゼンテーションを工夫して見た目もかっこよく。ポートフォリオ作りは本当に大変な作業だけど、これまで自分が学んだことを振り返る貴重なチャンスでもあります。この動画が皆さんのポートフォリオ作り、そして夢の実現につながることを心から願っています。このチャンネルではこれからも建築とテクノロジーに関する役に立つ情報をどんどん発信していきます。今日の動画が面白かった、役に立ったって思ってくれた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。はかるかなでした。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。